皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は8月歌舞伎座初日に来ました。映画国宝の人気の影響もあるでしょう。とても今月チケットが取りづらいです。皆さんにお詫びです。なんと第2部の火の鳥だけどうしてもチケットが取れませんでした。玉三郎さん、そして染五郎さん、そして團子さん、強力なラインナップの火の鳥、散々手を尽くしたけども無理でした。ということで今日は1位から3位をお届けします。それでは皆さんぜひ今月の歌舞伎もお楽しみください。生は面白い。歌舞伎座へレッツゴー。それでは私のランキングを発表します。その前に私のランキングの考え方を説明します。3つあります。1つは私のドーパミンがどうだったか、ドキドキしたかワクワクしたか、または感動で打ち震えたか。2つ目は私がもう一度見たいかと。そして3つ目の観点、これを歌舞伎初心者の方、例えば映画の国語を見て歌舞伎を見に来られた方に見せたいかどうかという3つの観点でつけています。そこはあなたの目で実際に確かめてください。あくまでも一幕見席用の参考です。今日は1位から3位を発表します。3位、これは第1部最初の演目、男伊達ばやりです。今男伊達ばやりが終わりました。俺も朝比奈をからかいすぎた。いかにも三浦が負けた。詫び状を書こう。これから目をかけておくんなせ。という意外にコミカルな、笑いを誘った男伊達ばやりでした。いや意外な展開、ストーリー面白かったです。歌舞伎座の前は平成6年10月に国立劇場、これは7代目の菊五郎と12代目の團十郎であったということで、今日は巳之助さんと隼人さんでしたけども、まさに男伊達、かっこいい男2人のこの意地の張り合いという話です。あらすじは一言で言うと、人助けをする。でもその人助けをどっちがするか、手柄の取り合い、意地の張り合い、それが男2人の間で燃え盛るという話です。パーッと舞台が上がると、よく見る上野の不忍池のほとりということです。で、男が身投げをする。でもそれを救う。でも旗本奴の隼人さん、三浦小次郎が救おうとするけども泳げない。そこに町奴の朝比奈三郎兵衛、巳之助さんがスーッとその老人を救ったところから話が始まりました。で、途中ぐっと面白さを増したのが、その老人の義理の息子の橋之助、お茶屋の又兵衛が出てくるんですけども、その女房、後から入った5歳の女房の米吉さんのこの、ふてぶてしい姿、美しい米吉さんよく見るんですけども、ふてぶてしい米吉さん、それも喋りまくる。いやー見どころでした。米吉さんもよく見てください。そして老人に渡す金を盗もうとして入った巳之助さんの三郎兵衛、これを隼人さんが待ち伏せして、追い払う。でもこの茶屋からお金を悠々と取っていく。そして最後に老人に金がなかったと腹を切るという巳之助さんを隼人がポーンと30両渡して、
いいところを見せる。怒る三郎兵衛巳之助さん。いや巳之助さんの、右目のこの睨みがすごいです。左目と右目の大きさの違いもよく見てください。そして最後は怒る巳之助を、隼人さんが止める。巳之助さらに切りかかる。でも仲間に止められる。そして仲間にセーバーされる。最後隼人さんがちょっとからかいすぎたかなと言って、詫び状を書くと言って、終わりました。あと話が絡むのに万随院長兵衛という、團十郎さんや士官さんが、最近やった演目があります。やっぱり町奴の万随院長兵衛、これが旗本奴の水に切られるという凄絶な風呂場でのシーンがある話があるんですけども、それも絡んでるというところも見どころです。という男立てばやり、意外にコミカルで楽しめた喜劇と荒ごと2人のいい男2人の、絡む演目でした。今回実は、私がさせていただいている月に一遍の講演会で話していただいた織田先生が演出でした。実は先月織田先生に少し会の時にこの男立てばやりの話を伺いました。次のこの講演会はこれは新内高太夫師匠に襲名した菊五郎さんが企画したナウシカ、風の谷のナウシカの音楽をどう作ったかという話をしていただきます。8月の28日に新内高太夫師匠の講演会を2時から、世田谷文学館で聞きます。いろいろ演目、歌舞伎の作り方に対する裏話も聞けますので、よろしければお申し込みください。以上、お知らせでした。そして第2位はこれも第1部症状、そして団子売りです。今第1部後半の症状と団子売りが終わりました。いや夏らしく爽やかに楽しくという感じでしょうか。高麗屋の幸四郎さんと中村屋の勘九郎さんというこの二大巨頭が一緒に共演してますんで、大向こうがすごかったです。まるで高麗屋中村屋と競うように大向こうがかかって、2人も熱が入ってました。症状の方はこれは3代目の坂東三五郎さんが始めた、変化舞踊ということで、なかなか幻想的な面と酒飲みの酔っ払いのコミカルな部分とありました。特にこれ、音楽の義太夫とあとはお囃子が入ってちょっと能がかってるところもあるんで、少し不思議な雰囲気があります。そして、舞台の上手真ん中に義太夫三味線の方が呼吸を弾くところもバッチリ見えますので、そこら辺もぜひ味わってください。呼吸の弓がバイオリンのようにピンと張ってないというところ、なぜあれで美しい音が出るのか不思議ですと。症状の方はこれは、中国に住むもともとオランウータンが元になっているという話もあります。水の中に住む生き物ということだそうです。それが駒蔵さん演じる酒売りのところに出てきて大酒を飲む、赤い髪、白塗りにの顔に赤い髪、そして、オレンジの種の衣装というところで2人で、酒飲み軽やかにダイナミックに渡ります。そして最後は永遠に酒が湧き出る酒壺を与えて終わるという話でした。
2人のこの勘九郎さんと幸四郎さんの、踊りの違いを味わうのもいいと思います。私の感じだと、勘九郎さんの方は、アクロバティック、ダイナミック、幸四郎さんの方は直線的だけど柔らかいという気がしました。そして途中3分ほど、ずっとこれは、音楽がつないでる中、今度は中国から一見変わって、天神の持ち売りに変わります。2人で、仲良く餅の屋台を担いで杵蔵とおふくの夫婦がやってきて、それで餅をつき始めると、途中ちょっと型抜きで赤い襦袢も見せて、そしておかめのお面をかぶって踊るというところもあります。もちろんこれ正直な感想なんですけども、勘九郎さん、体が切れすぎてダイナミックすぎて、ちょっとおふくという女性にしては男っぽさがあったかなと思います。例えば兄弟である弟の志の輔さんがおふくをやる、そして幸四郎さんが男性役の杵蔵をやるという組み合わせもあっても面白かったかもしれません。そしてこれは餅をついて、この夫婦に子供が生まれるというお餅を子供に模しているという意味合いもあるそうです。そういう子孫繁栄も意味合いもある舞踊だそうです。いやー、場内本当華やかで、楽しかったです。以上、症状と団子売りのレポートでした。私の企画のお知らせです。実は9月の22日から27日まで大阪・関西万博で私が主催する日本伝統芸能の電脳和風ウィークという企画を1週間します。少し伝統芸能イノベーション系を若い人、そしてインバウンドの方にも見てほしくて企画してます。バイリンガル落語、大衆演劇、新作文楽などなどです。その中で今この実現のために応援が必要なのがバイリンガル落語です。実は大阪・関西万博招致の時にプレゼンもして貢献もしたカナダ人落語家の桂サンシャインさんの会のまだ応援が少し足りません。ぜひよろしければ来ていただく応援でもいいですし、または遠くからのメッセージの応援でも構いません。ぜひよろしければお願いします。きちんとプロになって、そしてこれから日本に、そして世界に広めようという方々、これからも応援したいと思います。ということで、ぜひ大阪・関西万博9月の22日から27日まで、私ポップアップステージ南というところにいますので、よろしければお越しください。以上、大阪・関西万博のご紹介でした。第1位、今月圧巻です。ぶっちぎりの第1位。これは近松門左衛門作、坂東玉三郎さん監修、そして志の輔さん、そして染五郎さんの日本振袖はじめです。今日本振袖はじめが終わりました。いやー、超絶の舞台でした。ものすごい舞台です。いやー、前半の岩永姫をやる志の輔さんの野生的な美しさ、爬虫類のような、美しさ、山田のオロチになる美しさ、そして後半のまるで牛若丸のような、染五郎さんの素直の御事、ジャンプする、飛ぶ、すごい
圧巻でした。前半とこの後半、この組み合わせ素晴らしかったです。いやー、感動しました。実はこの日本振袖始め、2020年の12月、ちょうどコロナの頃に見ました。これは今回、監修をしている玉三郎さんが岩永姫で、ただ最初代役で、実は当時の菊之助さん、今の菊五郎さんがやってました。その時本当にコロナなんでお客さんが全然入ってなかったんですよね。私の、YouTube もよろしければご覧いただきたいですけども、その時本当に中身素晴らしかったんですけども、お客さんがいなくて寂しかったです。いや、今日本当にこの満員の中で、玉三郎さん監修、そしてこの素晴らしい、結婚して乗りに乗っている志の輔さんの日本振袖はじめ、そして若い染五郎も頑張ってるということで、いや本当に感無量です。ここの影響もありますけども、いやお客さんが増えてよかった、素晴らしい。日本振袖はじめ話自身は、これは近松門左衛門作です。スサノオノミコトに恋の復讐をしたい岩永姫、実はヤマタノオロチがこの岩永姫のために、ヤマタノオロチのために、毎年生贄にされる、その生贄の稲田姫米吉さんが差し出される。で米吉さんを今度スサノオノミコトが救い出すというシンプルなストーリーです。それを竹本、そして義太夫に乗って、迫力満点で、物語が進みました。途中舞台の転換のところで大薩摩も聴けるということで、本当音的にも非常に豊かでした。そして私今回第2部チケットが取れなかったんで、この日本振袖はじめだけ、一幕見席4階で聴きました。でも音もはっきり聞けるし、オペラグラスで見ると一幕見席もいいなというふうに思いました。以前は一幕見席で何度も見ていた思い出が蘇りました。最後やっつける時は、戸塚の剣、そして幅切りという2つの剣が合わせてスサノオノミコトがパワーを発揮して、稲田姫の米吉さんも救い出されます。2020年の舞台の、絵もありますけども、今回基本的に2020年の舞台と同じだと思います。舞台の改善版と同じでした。稲田姫の横たわり方が実は2020年の公演の時は前半と後半で変わってました。そして七之助さんのこの目の鋭さ、不敵な笑み、綺麗なだけの七之助さんじゃない、笑わせるだけの時もある七之助さんじゃない、この魅力はすごいですね。そして髪を下ろした後の、腰よりも下に流れる髪、黒髪が綺麗です。神妙な顔の、米吉さんも印象的でした。そして何といっても瀬五郎さん、もう高麗やっていう回が何度も飛んでましたけども、出てきた時から、ここの、唇のこの塗り方もかっこよいです。まさに歌舞伎顔と正統派のイケメン歌舞伎顔という感じがしました。本当に染五郎さんが出てくる後半、スサノオと戦うこの大和のオロチがまさか前半の美しい志の輔さんと同じだというのは、もしかするとインバウンドの人、気づかないんじゃないかなというぐらい前半と後半と違う志の輔さんでした。ということで、日本振袖はじめ2020年のコロナの時の敵を取ったということで素晴らしかったです。以上、日本振袖はじめのレポートでした。8月歌舞伎座、来て驚きました。本当に人がすごい。そして
私なんと第2部の火の鳥どうやっても、定額制、そして諦めて、個別チケット、4階の一幕見席、インバウンド向けの席、いろいろ試したんですけども結局取れませんでした。ぜひ火の鳥をご覧になった方、コメントで皆さんの感想を教えてください。ということで8月歌舞伎座お届けしました。そして本当映画国宝で人気沸騰と、歌舞伎座満員で嬉しい悲鳴です。ということでこれからも歌舞伎ランキングをお届けします。いろいろ歌舞伎だけじゃなくて、落語、そして伝統芸能を応援したいと思います。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。皆さんまたお会いしましょう。それでは歌舞伎座から失礼します。